おはようございます。lên cầu đi. Về đâu? 今朝の5時40分、夜行列車がベトナムの古都であるフエからですね、首都であるハノイまで着きました。非常に眠いですけれども、ハノイまでようやく着きました。13時間ほどの旅です。こうして見るとサイゴン駅よりもハノイ駅の方が立派ですね。駅の作りがだいぶハノイの方が大規模だなっていう感じがします。経済規模自体はホーチミンの方がだいぶでかいと思うんですけども、やっぱ国関係のものはハノイの方が立派なんですかね。車線の量とか全然ハノイの方が立派です。ここは一番上に書いてある SE2 っていうのでハノイまで来ました。いや、すごい立派だな。ホーチミンのサイゴン駅よりもだいぶ立派ですね。駅がやっぱでっかいですね。非常に眠いです。僕の名前はタクシーじゃないですよって言いたいぐらいタクシータクシーって呼ばれますね。朝の6時だとハノイはまだ暗いですね。ハノイ駅です。僕はですね、今回ハノイ駅から徒歩10分ぐらいのところに宿を取ってます。なのでこのまま歩きますけれども、ホテルデュパルクって言って、ホテルデュパルクっていうホテルに今回泊まってまして、ちょっと前まで日光ホテルだったホテルです。今 JAL が合理化の一つに売却したとか全部売却したのかな、運営権を渡したホテルがありまして、ちょっとそこに泊まってみたいなと思ってました。これいいですね。運営権渡した先も日系企業なので、多分日本人がとても生活しやすいような、滞在しやすいような感じのホテルなんだろうなと思います。
それにしても朝6時なのに暗いですね、本当に。ホーチミンから1700キロ、合計で1700キロですね。北上しましたので、やっぱもう気候が全然違いますね。いや、ちょっと寒いです、正直。だからタクシーじゃないよ。No, I don't need it. ハノイに来るのは実に6年ぶりです。今でも覚えてるんですけど、仕事で6年前に来てですね、その時たまたま JW マリオットってホテル泊まってたんですけど、そこに泊まってたらなんか 2,3 日後にかな、 JW マリオットに当時アメリカの大統領だったオバマ大統領が泊まりに来るみたいな報道が流れてですね、でさらになんかアメリカの軍隊とかセキュリティの人たちがそのマリオットに大挙してやってきてですね、なんか物々しいことになったことを今でも覚えています。ホテルは同じだったんですけれども、僕はオバマ大統領が来る前日だったかな、当日の朝だったかな、チェックアウトして帰国してしまいましたので、少しもお見かけすることはできませんでしたけども、実にそれ以来6年ぶりにハノイに来ましたが、はっきり言って暗いですね。なんかホーチミンはものすごい発展してたんで、久しぶりに行って驚きましたが、なんかこうやって駅の辺りを歩いてるだけだとハノイの方があんまりホーチミンに比べると開発がもしかしたら進んでないのかなとかちょっと思ったりもします。あそこがハノイ駅なんですけど、目の前にモーターバイク屋さんがあったんでモーターバイク借りました。驚いたのがですね、デポジットを払うかパスポートを渡せたりしなくて、じゃあデポジット払うって言ったら1000万トンだ。1000万トンってこいつ本気で言ってんのかなみたいな、あんまり数字がでかいからそんなことあんのかなと思ってちょっと笑いそうになっちゃったんですけど、日本円で言うと5万6000円ぐらい、5万5000円ぐらい、米ドル持ってんなら400ドルでいいよって言われたんですけど、結構デポジットが高いですね。パスポート渡してもよかったんですけど、なんかのために手元に置いてなかったんで、デポジット1000万ドン ATM で下ろして渡しちゃいました。というわけでハノイではこのバイクで動きます。僕がたまたま
6年前ハノイに訪れた時に同じ時期にオバマ大統領がこのお店に来たそうです。でこの昆布を頼んだと。なんか春巻き、海鮮春巻きとブンチャとビールを頼んだみたいですね。ブンチャっていうのはフォーと同じようにすごい人気のつけ麺みたいな感じの、汁なし麺みたいな感じのとても人気の食べ物です。来ましたね。これがブンチャーとシーフードの春巻きみたいなものです。でなんかすごいラーメン二郎みたいな匂いがするなと思ったんだな。山盛りのニンニクで食べるみたいですね。いやー、とりあえず食べてみます。いただきます。美味しい。甘い、ちょっと甘めの汁の味付けですね。なんか甘いんだ。この結構なんかブンチャーってベトナム料理屋で食べたことありますけど、ちょっと甘めな気がします。なんか一般的なブンチャーよりも。こっちはパリパリで美味しいですね。なんか魚のすり身とかエビが入ってる感じです。あとこのブンチャーはキャベツとか人参をスライスしたものと手ごねハンバーグみたいなのが入ってますね。完全に日本のハンバーグの味がします。この味付けは日本人は好きでしょうね。美味しいと思います。ニンニクも入れてみます。なんかより一層ラーメン二郎みたいになってきましたね。美味しい。なんかヘルシーなラーメン二郎食ってるみたいです。でちょっとハノイこの後ブラブラしてみます。今ですね、ご飯食べてまだホテルにチェックインできないので、ハノイにある世界遺産タンロン遺跡ってところに来てみました。なんかですね、ハノイタンロン遺跡とかタンロン工場、帝が住む城っていう風に書くらしいですけれども、なんかあそこに見えるあれが遺跡なんでしょうね。昔の城だそうです。なんかガイドブックとかによると1010年に当時の中華系の王朝の李朝がベトナムを大体において支配した時に都をここに定めたらしいんですね。でその時にこの城を作り出したみたいで、もう1000年以上前の遺跡ってことになりますね。
でなんで丹論っていうのかなと思ったら、東京が昔江戸だったみたいにハノイは昔丹論だったらしいです丹論の意味は中国語で龍が昇ると書いて昇龍だそうでして、その李朝の皇帝が龍が昇ってく夢を見たから丹論って名付けたっていう、いかにも中国らしい。あ、ここになんか龍が寝そべってる。あといかにも中国らしい説話の名前の付け方だなって感じですね。だから漢字で書くと本当に昇龍って書いてたらしいです。ただまあ昨日までフエにいましたけど、グエン朝が都をフエに遷都させちゃって以降はここは首都じゃなくなっちゃったみたいです。逆に言えば1802年にグエン朝が遷都するまでここはずっとベトナムの首都だったっていうことになりますね。確かに中国の城壁がある都市っぽい感じはしますね。でもなんか向こうの奥に見えるのは完全フランス調の建物だけどな、どうなってるんでしょう。まだここ遺跡発掘中なんですね。この門の上登れるんですね。登れるけど別に何があるってわけでもないのか。ここも登っていいのかな。登れそう。登ってる人いますね。しかちょっと狭いですね。あそこがまだ遺跡発掘中なんでしょうね。あの建物はもう完全にフランス式ですね。コロニアル様式の。一番上は祭壇みたいになってるんですね。あっちの方から裏の方でずっと続いてるみたいなんで行ってみます。さすがカフェ大国のベトナムだなと思ったんですけど、サントリーのボスってこんな風にしてベトナムで売ってんですね。海外でこういうの見たの初めてかもしれないです。さっき登ってたもんですけど、やっぱ目の前にあった西洋風のやつはフレンチミニタリーアドミニストレーションビルディングって書いてあるんで、やっぱフランスのもんだったです。でこれ以外はなんかこの周りにですね、小さい資料館がいっぱい並んでいるのがメインっていう感じの遺跡ですね。いろいろな展示が
それぞれの小さなビルの中に入ってて、遺跡を発掘されたもの、当時のものとかが結構飾られてるんですけど、すごいあれですね、やっぱ中国のものが多いですね。陶器とか中国系のものばっかりだし、ベトナムのものだけどやっぱ中国的な発掘物とかがすごい多いです。やっぱ一時中国の一部だったからとかもあるんだなとは思います。鶴は千年、亀は万年って言葉がありますけど、すごいですね。1000と1000年を記念して地元の会社が寄付したんだそうです、この亀。なんか目がでかくて柔和な感じの形ですね。面白い。